それでは続きをやっていきましょう。前回はスケイブントモの最後の拠点を襲撃しようとしたらちょっとだけ行動力が足りなかったところまでやったな。ナーグルどもが消えて代わりにオーガの軍勢が。オーガは何しに来たんでしょうか。まさか宣戦布告？いや、それは有効度的にも種族特性的にも低いはず。ただの散歩やったらええんやけどな。8ターン目開始。どうやら別のところと戦争状態で通ってただけみたいですね。こいつら普通に領土侵犯してくるよな。AI は割と簡単にしてきますね。この借りは後で高くつくからな。でも今は我慢です。ゴールドトゥースはさらに勢力を拡大。勢力ランク2やんけ。しかも相変わらず有効度は低下中。このままだと戦争もあり得るかも。早めに対策しておきたいところですね。それではさっさとスケイブントモを壊滅させましょうか。さすがにシュートなだけあって防御は若干硬いみたいですね。ここも手動戦闘の出番か。とは言っても歩兵ネズミばっかりですので余裕だとは思いますけどね。それでは戦闘開始。我々は2軍団目を合流した後攻めますよ。了解やで。なんか湧いた。敵のネズミですね。これは敵のアビリティです。砲兵などいる軍だとこいつをいきなり砲兵のところに召喚されて事故が発生しますが、まあ我々には関係ないですね。まあ歩兵自体おらんしな。それどころか投射兵すらいないという。合流したので前進開始。ネクロマンサーやヘルマンゴルストの再生能力は範囲があり、その範囲内で味方を戦わせるのがいいですね。なので必然的に団子みたいな陣形になります。お団子美味しいよな。ゾンビのお団子食べたければどうぞ。絶対いらんやつ。ウィンドウオブデスなど覚えてればなおさら固まった方がいいです。敵も必然的に固まって攻撃する状態になりますからね。でもそれだと敵の範囲魔法もめちゃくちゃ食らうのでは。敵に範囲魔法使いがいたら気をつけた方がいいかもですね。それでは接敵するまでカット。敵のピア1ユニットですし大したことはないですね。数の差で圧倒していきましょう。ちなみに全部撃つん。ゾンビとネズミの争いとかめちゃくちゃ長引きそうなのでもちろん重要じゃないところ以外はカットしていきますよ。敵の投射兵はペルバットやハウンドで襲撃。ナイトランナーは核兵戦もできるっぽいので返り討ちにされる可能性もありますが、まあ見てたり見れば問題ないでしょう。グランラットどもが兵役に来たみたいですがなんか諦めてるっぽいですね。敵の投射兵が離れる形で逃げてるからな。コープスカート君必死の移動。おっそ。速度20しかないですからね。これ歩兵にすら囲まれたら逃げられないやん。なのでゾンビとかの壁に守ってもらう必要がありますね。まあ今回は必要なさそうですが、いい感じに団子状態にできたのではないでしょうか。これで再生力が結構な部隊に行き渡るはずです。どんどん回復していくので、我々のチャリオットであるブラックコーチ君は周りで死者が多ければ多いほど強化されます。まさに死者の軍勢のチャリオットって感じやな。まあこの時はそういう特性とか知らなくて適当に突っ込ませてますけどね。それでも一定の活躍はしてくれるやろ。知らんけど。ロードが戦死して決定的な勝利で終了。やったぜ。占領して敵スケイブンの勢力は滅亡。次はポックス・オブ・ナーグルやな。敵から攻めてこなかったのは幸いでしたね。このまま攻める準備でもしましょうか。ゴールドドゥースはカラクアゾルンと戦争しているみたいですね。これならこちらに来ることは今のところないはず。その間に関係性を有効にしておきましょうね。ゾンビを2部隊招集。ゴールドドゥースにはお金を提供して有効度改善を図りましょうか。お金渡すん。あいつら傭兵でお金は好きですからね。あとこれくらいしか有効度改善の方法がありませんので。まあお金で解決できるならそれに越したことはないってことか。あとついでに南のオーガどもにも資金提供。こっちはもったいない気もするけどな。まあ念には念をってやつです。ナーグルどもが攻めてる時に宣戦布告されたらクソ面倒ですからね。さらに軍を招集。これで4軍団ですね。順調に増えていく軍団。これでもまだ黒字だからヴァンパイアカウントはすごい。ちなみに収益の建築物の有能で収益率が高いんですよね。大量のゾンビを雇用。一気に部隊増えた。こうやって部隊を一気に増やすのがヴァンパイアカウントの戦い方ですからね。部隊の損耗を恐れず戦う。そしてこうやってゾンビも別ユニット招集のための肥やしとなるわけか。8ターン目エンド。9ターン目開始。ゴールドドゥースに資金提供。これ完全に従属国家やな。これも安全に敵を攻めるためなので、余計な相手はしたくないです。ゾンビを2部隊雇用。軍をポックス・オブ・ナーグルの境界に移動させ、9ターン目はエンド。
ちなみに、ナーグルがいる州は吸血鬼の腐敗度が低いため、我が軍はいるだけで損耗を受けるようになります。なので、早めに決着をつけたいところですね。こちらは宿営状態で部隊補充できないからな。まあ、拠点制圧して駐留すれば、部隊補充はできるのですが、1軍だけですしね。10ターン目開始。ゴールドトゥースに資金提供。毎ターン請求してくるいやらしいようなもの。まあ私たちがやってるだけですけどね。どうやら、不仲の原因は、滅ぼしたスケーブンと仲が良かったからっぽいですね。あとは勢力に対する嫌悪感。嫌悪感マイナス10で済むんか。資金提供が結構効いてるみたいで、評価値は改善傾向。これからもどんどん資金提供して、最終的には、不可侵協定の締結までは行きたいですね。それではナーグルどもに宣戦布告。敵は油断してるっぽいので、入江は確保できそうです。ナーグルども覚悟するんやで。決定的な勝利。自動戦闘で終了やで。ゾンビを2部隊招集。いつものやつ。それでは10ターン目エンド。11ターン目開始。敵の主力はこんな感じ。よくわからん。まあ、私もよくわからないですが、飛行投射ユニットがいますね。それって危険なん？単純に我々には対抗手段がないです。弾を撃ち尽くして下に降りてくるのを待つしかないですね。さらに進軍して11ターン目エンド。12ターン目開始。それでは敵主力と戦っていきましょう。僅差での敗北になってるんやけど。ゾンビはマジで自動戦闘に弱いですからね。これでもおそらく普通に勝てます。